サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回は青パパイヤのきんぴらを紹介します。青パパイヤといえばソムタムというほど、タイではソムタムが代表的な料理と言えます。以前ソムタムを紹介しましたが、ご覧いただいてますか？まだの方はぜひチェックしてください。青パパイヤは1本が大きいので、ソムタムのために買っても使い切れずに困るという話をよく聞きます。そこできんぴらです。青パパイヤのきんぴらはサラディレストランでも人気のメニューでした。業務用ということでごぼうを少し加えて香りをつけていたので、青パパイヤだと気がつかずに食べていた方も多かったくらいです。つまり青パパイヤ自体はそれほど癖がないということでもありますので、味付けが大事ということですね。ただ、タイでごぼうは身近ではありませんので、ご家庭用にはなくてもいいと思いますし、十分に美味しく仕上がります。材料ですが、今回ご紹介する動画は業務用の仕込みの様子ですので、分量もまずは業務用から紹介します。冷蔵庫で保管すると5日程度は持ちますので、常備菜やお裾分け、パーティーの時などはこちらの分量を参考にしていただくといいでしょう。日頃さっと作りたい時の分量はこちらになります。後で備考欄にも表示しておきます。青パパイヤと人参のバランスはお好みで、合わせて 130g 程度になるといいでしょう。それでは作り方と青パパイヤに関する話を混ぜながら説明していきます。動画と解説がずれることがありますがご容赦ください。まずは青パパイヤの皮を剥きましょう。皮が硬いのとちょっとデコボコがありますので、ピーラーを使うと便利です。今、丸々1本剥いてますが、全部使うわけではありません。少量で作る場合は、その分だけカットして剥くか、必要な部分を剥いてからカットするといいでしょう。残りはラップして冷蔵庫で保管してください。次に、人参も同様に皮を剥きます。人参の皮は剥かないってポリシーの方はそれでいいと思います。皮を剥いたら青パパイヤを 3,4 センチにカットします。青パパイヤはカットすると白い乳液が出ることがあります。これがすごいパワーを秘めているのですが、人によっては手がカサカサになったり痒くなったりしますので、気になる方は手袋をして料理してください。中の種を取り除いて縦に薄く切っていきます。この厚さはお好みで、固めのしっかりしたきんぴらが好きな方はもう少し厚くするといいと思います。私は太くて硬いのが好きなのですが、店のメニューを決めるときに多数決でこの細さに決定した経緯があります。もっと薄く柔らかいのが好きという方は、ソムタムピーラーを使ってもいいと思います。人参とごぼうも同様に千切りしてください。青パパイヤは酵素の宝庫と言われる食材で、パパイン酵素を豊富に含んでいます。さっき話した乳液に含まれるのですが、タンパク質を分解する働きがあり、肉を柔らかくします。薄い肉だとボロボロになることがあるほどです。ミートテンダライザーなどの商品がありますが、このパパイン酵素が活躍しています。他にも、石鹸、洗顔料、スキンケア商品などにも使われていますし、サプリメントも販売されています。この酵素は熱にも強いとされていますので、きんぴらにしてもしっかり取れるのが嬉しいですね。さらに、タンパク質だけでなく、脂肪、糖質を分解する消化酵素も含んでいます。他にも、ポリフェノールやビタミン C などを含み、嬉しい効能がいっぱい。タイ人はダイエットしたい時にはソムタムを毎日食べると言いますが、日本人的にはきんぴらをレパートリーに加えたいところですね。ちなみに青パパイヤの酵素は熟すにつれて減っていきますので、フルーツとして食べるパパイヤにはほとんど入っていません。もちろんフルーツのパパイヤにもいろいろな栄養はありますが、もし酵素を取り入れたいと思って食べるのであれば、青い状態を食べる必要があります。このパパイヤの効能の凄さが早い時代にパパイヤが世界に広まった要因ともなっています。パパイヤの原産地は
メキシコやアンデス山脈など熱帯アメリカとされています。一説によると、大航海時代にアメリカ大陸を発見した探検家のメンバーが体調不良で倒れた時に原住民がパパイヤを食べさせたところすぐに回復したそうです。原住民もメディカルフルーツとしてパパイヤを利用していたそうで、探検家たちは魔法の木の実として本国に持ち帰り、青パパイヤは保存も効くので航海にも重宝し、やがて世界に広まったとのことです。パパイヤという名前は原住民が呼んでいた名前から付けられたようですが、スペイン人はパパイヤの形からママのおっぱいみたいということでママオと呼んでいたそうです。日本ではパパイヤから白い乳液が出ることから乳ウリとか木になるウリということでモッカと呼んでいました。タイ語ではマラコーと言います。タイに伝わったのはアユタヤ時代ですが、外国人がウリに由来する名前で呼んでいたようで、タイでもウリにつけられるテーンなんたらというネーミングになりそうだったのですが、なりませんでした。テーンなんたらというとですね、スイカのテーンモウ、キュウリのテーンクワなどがあるんですが、当時の人はこれはウリじゃないって思ったんでしょうかね。当時、パパイヤが海外から届けられて、東南アジアに広まった拠点がマラッカだったそうで、新野菜のパパイヤをマラッカと呼ぶ人もいたようです。ここで以前の動画を見た方はご存知でしょうが、タイ語で魔のつく果物や野菜は貧乏時のマークに由来しています。タイ人的にもパパイヤはマークとつけたい野菜だったんじゃないでしょうかね。それでマラッカはすぐに受け入れられたのかなと。やがてマラッカ、マラコなんて、ここはあくまで私の仮説です。残念ながらタイには正確なパパイヤの伝来記録はないようなんです。さて、レシピに戻りましょう。ニンニクと唐辛子をみじん切りにします。辛いのが苦手であれば唐辛子は大きめに、お好きであれば細かくカットするといいです。材料が揃ったら炒めていきます。フライパンに油をひいて、まずニンニクを炒め、油が馴染んで香りが出たら唐辛子を入れます。青パパイヤ、人参、ごぼうを加え、全体に熱が通ったら調味料を加えます。調味料はあらかじめ合わせておいて、2度に分けて加えるといいでしょう。よくかき混ぜて全体に調味料が回ったら出来上がりです。柔らかいのがお好みか、固めがお好みかで加熱時間を調整しましょう。さらに一晩寝かせると味が落ち着いてより美味しくなります。きんぴらはそのまま食べるだけでなく、肉巻きにしたり、お味噌汁の具、おにぎらずの具、卵とじに加えたりといろいろ活用できます。冷凍もしてみましたが、このレシピのまま冷凍すると食感がなくなり、味が濃くなって漬物みたいになりました。きんぴらとして食べたい場合は、さっと加熱して、調味料の量を減らして混ぜ、炒め時間を半分くらいにしてから冷凍保存。食べるときに解凍して温めればちょうどいい状態になります。酵素たっぷりの青パパイヤできんぴら料理を楽しんでください。それでは今日はこの辺で、次回もお楽しみに。サワディーカー、コップンマーカー。